はい、皆さんこんにちは。今回は100円ショップダイソーの車用サンシェードとカーテンを紹介します。今回紹介するのはフロント用サンシェード、バックドア用サンシェード、マグネットカーテンの3種類です。またサンシェード用の便利グッズや変わり種のサンシェードも一つ紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、まずご紹介するのは両面アルミサンシェードです。こちらお値段税込み220円でした。ジャンコードはこちらですね。フロントガラス用のサンシェードですね。サイズはジュニア、スタンダード、ジャンボ、スーパージャンボの4種類があります。ジュニアとスタンダードはお値段220円、ジャンボ、スーパージャンボは330円となっています。で4種類あるサイズのうちどれを選べばいいのかはパッケージの表面ですね。 QR コードがあるので、これを読み込むと車種ごとの推奨サイズ一覧を見れるので確認してもらえると良いかなと思います。ただですね、結構乗っていない車種も多くて、私が乗っている MV100 クリッパーのサイズ表には載ってなかったんですね。で自分の車のサイズが載っていないなという人はクレトム株式会社というところのフロント用サンシェードの推奨サイズを見ると良いかと思います。ダイソー製とクレトム製のフロント用サンシェードはだいたい同じサイズなので参考になるかなと思います。クレトム株式会社のサンシェードのページは URL の概要欄に貼っておくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それでは開けてみましょうか。中に入っているのはですね、この本体、サンシェード本体とフロントガラスに取り付ける時の吸盤が2つついています。本体には、使っていない時にまとめるためのゴムバンドがついています。本体の素材はポリエチレンで両面にアルミの蒸着されている感じですね。厚さは結構薄いですね。でサンシェードは単純な日よけということだけではなくて、夏や冬の車中泊ではガラスの断熱にも効果を発揮してくれるんですね。なので厚みがある方が断熱の効果は高いのかなと思います。ただダイソーのサンシェード両面にアルミが蒸着されています。アルミは結構断熱効果、保温効果もあるので、そういう意味では薄さの割には断熱性は低くないかもしれませんね。で実際に使う時には吸盤ですね、穴に取り付けてこんな感じですね。吸盤はこことサンシェードの上側2箇所に取り付けるところがあるので、まずは吸盤を取り付けてください。では早速ガラスに取り付けていきましょう。はい、取り付けていました。ジュニアサイズを日産の NV100 クリッパー軽バンに取り付けています。サイズはですね割とぴったりで、そんなに隙間もなく、大きすぎるということもなく、ちょうどいい感じに収まっていますね。吸盤は上の左右2箇所だけなんですけれども、割と安定してくっついているかなと思います。それでですね、だいたいフロントガラス用のサンシェードはこうやってサンシェードの中央にくぼみ、スリットが入っているんですけれども、これのおかげでね、ミラーに干渉せずにつけられるんですが、これそんなに深くはないです。なのでドライブレコーダーを使っている人とかだと、どうしてもこのサンシェードドライブレコーダーにぶつかってしまって、うまく取り付けられない可能性もあります。ドライブレコーダーを使っている人は気をつけてみてください。フロントガラス用のサンシェードと合わせて紹介したいのがこちら、サンシェード用吸盤です。お値段は110円で、ジャンコードがこちらですね。個人的にはですね、サンシェード用の吸盤を発売してくれたのすごく嬉しいことだなと思います。どうしてもサンシェード、つけたり外したり何回も繰り返すので、繰り返しているうちに吸盤がうまくくっつかなくなって、使ってる間にサンシェードがポロンって落ちてしまうことがよくあるんですね。そんな時100均の普通の吸盤を買い足してもいいんですけれど、とっても持ちやすさですね。やっぱりこのサンシェード用吸盤の方が取り外しの時にしっかり持ちやすいので、非常にいい商品だなと思いました。なのでサンシェードを買って、吸盤の劣化が気になるよって人はこれも合わせて1個買っておくといいかもしれないですね。こちら吸盤3つ入っています。3個入りですね。
はい、続いてご紹介するのはこちら、車用マグネットカーテンです。でお値段こちらも110円で、ジャンコードはこちらですね。サイズがですね65センチ ×45 センチと、あと今回私が買った75センチ ×54 センチの、2サイズ展開ということになっています。では早速開けてみましょう。素材は結構薄い感じですね。素材にはポリエステルが使われているようです。カーテンの上の方にですねマグネットが入っておりまして、ガラスの上のフレームとかにパチッと取り付けて、カーテン代わりにするといった商品ですね。では早速取り付けてみましょう。はい、取り付けてみました。こんな感じでね、カーテンの上の方が金属のフレーム部分にしっかりとくっついてくれてますね。若干素材が薄い感じはしますが、日よけとしてはそんなに悪くはないかなと思います。ただですね、ちょっと気になるのはこの端っこの部分ですね。端の部分までマグネットがしっかりついていないので、どうしてもめくれてしまいますね。端っこまでしっかりつけたい場合は別でマグネットを用意して留めてあげるといいかなと思います。やっぱりマグネットでパチッとしっかり止まってくれるので、吸盤の劣化でパラーンと落ちてきてしまうのが気になるような人、例えば後部座席のチャイルドシートにね乗せてるお子さん用の日よけとか結構いいんじゃないかなと思いました。では3つ目の商品の紹介に行きましょう。こちら後ろガラス用サンシェードです。お値段は110円で、ジャンコードがこちらになりますね。バックドア用のサンシェードですね。横が100センチ、高さが50センチのワンサイズのみの展開となります。では開けてみましょう。開けてみると本体とこれ取り付け用の吸盤も3つついてますね。このねじって開ける、ねじって閉じたりするタイプのサンシェードですね。では開いてみます。結構大きいですね。やっぱバックドア用のサンシェードになってます。ではこちらも実際に取り付けてみましょう。バックドア用のこの吸盤なのですが、さっき紹介したサンシェード用の吸盤とちょっと形が違ってですね、ここに隙間が空いてます。おそらくパチッとバックドアのガラスにつけた後にこの隙間にサンシェードを差し込む感じになるのかなと思います。はい、取り付けてみました。こうしてつけてみるとね、素材がやっぱ薄いメッシュなので外の光はどうしても入ってきてしまいますね。これだとちょっと車中泊の目隠しとしては少し心もとないかなと感じました。人目があんまり気にならない場所での車中泊なら使えるかもしれません。あとですね、このねじって開いたり閉じたりするタイプのサンシェードって畳み方が難しいですよね。実は私もですね、家で一回畳む練習してみたんですがちょっと難しかったです。でもコツをつかんだのでね、一回説明してみたいなと思います。あとはですね、このまま一回8の字折りましょう。8の字に折ったら内側に畳みながらさらにねじっていってあげると綺麗に畳めます。あとはちょっとね形を整えてあげれば綺麗に収まりましたね。こんな感じで畳んでみてください。今回、メインで紹介したいのは以上なのですが、最後に変わり種のサンシェードを一つ紹介します。こちらうちわにもなる丸型サンシェードです。こちらお値段110円で、ジャンコードはこんな感じですね。うちわにもなるってどんな感じなんでしょうかね。実用性はわからないんですが、ネーミング的に気になったのでついつい買ってしまいました。では開けてみましょう。こんな感じにコンパクトなものが出てきました。バンドに吸盤が取り付けられてますね。ちょっと開いてみます。勢いよく開きました。なんか金魚すくいのっぽいみたいな感じがしますね。一応サンシェードという名前なので、まずはちょっと窓に
取り付けてみましょうか。はい、取り付けてみました。どうなんでしょうかね。ちょっと今バックドアに取り付けたので、もうサイズの違いがありすぎてね、使えるのかどうかわからないんですが、車によってはこうサイドにちっちゃい小窓とかがついてる車もあると思うんで、そういうところにはもしかしたらサイズ的にちょうどいいかもしれないですね。ただちょっとこの大きさなのでサンシェードとしての実用性はどうなのかなという感じはしますが、窓ガラスにはしっかり取り付けられます。あとはうちわとしての性能なんですが、どうでしょうね。意外とちゃんと風が来ますね。うちわとしての機能の方がしっかりしているかもしれないです。はい、いかがだったでしょうか。今回はダイソーで手に入る車用のサンシェードとカーテンをご紹介しました。今回紹介したものの中ではフロント用サンシェードとマグネットカーテンは、車中泊でも結構使えるのかなという気はしました。どちらも目隠しとしては、まずまずかなと思いますし、マグネットカーテンに関しては税込み110円ですので、全ての窓の分用意したとしても、そんなに、コストとしてはかからないので、そういう面でもやっぱ100円ショップダイソーはいいかなと思いました。バックドア用の網戸に関しては、どうしても透けてしまうので目隠しとしてはいまいちかなとは思ったのですが、荷物を常に置いてる人とかにとっては、荷物の日よけとかには悪くはないのかなと思いました。それでは今回の動画は以上となります。この動画がいいなと思ってくださった方は、チャンネル登録と、グッドボタンぜひよろしくお願いします。またこれから車中泊に出かける方は、楽しんで行ってきてください。最後までご覧いただきありがとうございました。ひねってあげると綺麗にから内側に